こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は無線 LAN の .1x の動作を解説します。有線 LAN の .1x と同様に、オーセンティケーターからオーセンティケーションサーバーに転送されるラディウスのアクセスリクエストには、サプリカントが無線 LAN の .1x で接続してきていることを示す情報が格納されます。無線 LAN の .1x の場合、サービスタイプアトリビュートバリューにはフレームド、ナスポートタイプアトリビュートバリューにはワイヤレス 802.11 が格納されます。また、他の特徴としまして、ラディウスの Cold Station ID アトリビュートバリューの末尾には、サプリカントが接続している SSID の情報が格納されます。では、実機を用いて、アウターメソッドに PEEP、インナーメソッドに MS チャップ V2 を使用した無線 LAN の .1x の動作を見てみます。今回、無線 LAN コントローラーにはカタリスト9800を使用しています。アイス側には通常の有線 LAN スイッチと同様に無線 LAN コントローラーであるカタリスト9800を登録します。オーセンティケーションポリシーの .1x 用のルールのコンディションには無線 LAN の .1x であることを示すワイヤレス 802.1x が設定されています。ワイヤレス 802.1x の条件はサービスタイプアトリビュートバリューがフレームド、ナスポートタイプアトリビュートバリューがワイヤレス 802.11 であることが確認できます。カタリスト9800側では、まず、ラディウスサーバーを定義します。そして、定義したラディウスサーバーを使用して、.1x 用のオーセンティケーションリストを定義します。最後に、ワイヤレス LAN プロファイルに .1x 用のオーセンティケーションリストを関連付けます。セキュリティタブをクリックし、レイヤに2タブ配下で WPA2 を有効にします。そして、オーセンティケーションキーマネジメントの 802.1x をチェックします。そして、AAA タブに移動し、オーセンティケーションリストに先ほど定義した .1x 用のオーセンティケーションリストを指定します。エンドポイント側では、無線 LAN の .1x 用のサービスであるワイヤレスオートコンフィグが動いている必要があります。では、エンドポイントで SSID にアクセスし、.1x を実施します。カタリスト9800では、show ワイヤレス、クライアント、MAC アドレスコマンドで、エンドポイントの認証、認可の結果が確認可能です。今回、ユーザーアリスが接続してきていることが確認できます。また、PEEP を使用し、かつ .1x 認証が成功していることが確認できます。アイス側のライブログでも
.1x 認証が成功していることが確認できます。Cold Station ID Attribute Value からエンドポイントが接続している SSID も確認可能です。では、カタリスト9800が ICE に送信したラディウスのアクセスリクエストのパケットキャプチャーを見てみます。サービスタイプアトリビュートバリューにはフレームド、ナスポートタイプアトリビュートバリューにはワイヤレス 802.11、すなわち無線 LAN の .1x であることを示す情報が格納されていることが確認できます。また、Cold Station ID Attribute Value の末尾にエンドポイントが接続している SSID の情報が格納されていることも確認できます。最後、まとめになります。無線 LAN の .1x では、ラディウスのアクセスリクエストのサービスタイプアトリビュートバリューには、フレームド、ナスポートタイプアトリビュートバリューには、ワイヤレス 802.11 が格納されます。また、Cold Station ID Attribute Value の末尾には、エンドポイントが接続している SSID の情報が格納されます。今後も .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。